こんにちは、アンヌスです。今日もユニクロのシャツに刺繍しようと思います。今日はね、やっと半袖を買いました。もうちょっと暖かくなってきて、昼間とかは全然、これでもちょっと暑くなってきたんで、半袖です。プレミアムリネンスキーパーボクシーシャツ、半袖ホワイト。朝 100% です。なので結構涼しそうですね。真夏とかでもなんかこうざっくり大きめなんで、大きめにこう風通して着れそうな感じですね。じゃあこれに刺繍していこうと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では値段が3990円ですね。でちゃんと崩れないようになんか厚紙が襟に入ってました。多分洗うとすごいくたっとなるんだと思うんですけど、いい感じのね、なかなかねありそうでないですよね。4000円で安いですね。とりあえずボタンを開けます。ボタンもちょっと少なめですね。で、今日はどの刺繍をするかというと、ワードローブを彩るアンナスの刺繍教室っていう本の、これは服にいろいろ刺繍するっていうテーマで本を作っているんですが、クロスステッチがね唯一あります。クロスステッチの図案が載っていて、でまた今回も、200% 拡大、ちょっとパーセンテージ覚えておいてください。200% です。で、私はクロスステッチはもう普通にチャコペーパーで写したりとかするタイプなんですけど、今日もそんな感じでやろうと思います。でこれ 200% 拡大したんですけど、すごいバツがでっかくなります。もうそれでいいです。で今日は写ったんですよ透けるんですよね。布が薄くて、なんかこれ色のついた布とかだと無理だったと思うんですけど、今日は白いので、しかも朝でこうね透ける素材なのでラッキーでした。これで上からチャコペンで写していこうと思います。ちょっと入れにくいので余分なところはカットしました。それで胸元ポケット2つあるんで、こっちの右上とこれ鳥さんですね。でこの木のやつ、木が3つあるのをこっちの下のポケットの下とかにしようかなと思います。結構ねポケットは私は使わないんで潰すタイプなんですけど、まあ今回はいいかなポケットを避けて右と左と上と下でやっていきます。で、ちょっと邪魔なので、チャコペンの前に待ち針で留めます。だからポケットのギリギリ上、透けるとはいえ見えにくいので、しっかりこう透けさして折り目つけとこうかな。一番下がここですね。この折り目とポケットのラインを揃えれば、あとは大体でいいです。この辺ぐらいにしておこうかな。で待ち針で紙と布を固定して、最低でも2箇所ぐらいは留めとかないとずれますよね。普段のチャコペーパーで写すときもそうなんですけど、もうこれで手でバツで書いていきます。もうこれでひたすら写していきます。肩のところは良かったんですけど、ちょっとポケットの
完全に下にするとちょっと下すぎるかなと思ったので、ポケットの上に少しかぶるように図案を写したいなと思いました。なのでそうなると布が重なってても分かんなくなったんで、チャコピで写そうと思います。で開けると3枚入ってますね、大きいのが。で使う分だけ切って、これぐらいでいいかな。ワンブロックずつ写していこうかなと思います。なのでこのポケットの位置、ポケットより1センチぐらいちょっと下にセットして、でこれもこんなもんかな。紙と布を2箇所固定します。でこれでめくるとここにインクがついているので下に入れて、でトレーサーの細い方でなぞります。バツバツです。これ結構力入れないと筆圧の弱い方はちょっと薄く写ってしまうかもです。あとポケットのところも結構布が重なってしまうのでちょっと薄くなりがちです。なので結構強めに描いてください。逆に筆圧強い方は紙が破れるんで、上になんかはがきとかが入っているなんか薄いビニールありますよね。ああいうのとか上に置いとくと破れにくいです。はい、結構綺麗に写りました。チャコペーパーで写してもこっちがチャコペーパーでこっちがチャコペンなんですね。だからインクだまりみたいにスタートの時ちょっとジュッとやるとジュワッと出るんで、そのインクだまりがあるにせよどちらも結構くっきり写ってます。じゃあこれで刺繍していこうと思います。ではまずもうどこからでもいいんですけど、もうバツバツでやっていくので枠をはめて、枠ははめておいた方がいいですね。結構その一つのステッチが長いんで空中でやると結構くちゃくちゃってなりがちなんで、意外とこれは枠しなくても良さそうと思いきやそうでもないです。でクロスステッチの決まり事とかをいろいろ考慮してやると頭こんがらがるんですよ。なんだっけな、斜めにいっちゃいけないんです。裏が斜めにいっちゃいけなくて縦と横だけで成立するようになんかやり方があって、なんか縦ずっと1列ずつやるとかそんな感じもう忘れちゃいましたね。なんですけどそれは全部一回ちょっとそういうのかじってる人は一回頭からの取ってください。で6本取りの6本の束のままで出して、で6本取り用の針に入れて玉留めで始めます。そしてもう端から順番にバツバツやっていってください。こうもう普通にだから向きだけ一応揃ってた方が綺麗ですね。どっちだっけ、これどっち向き？一応この本は一般的なこっちですね。この向きが上ってことですね。だから合ってるの？だから反対の向きから始めて、この向きが上に来るように
そこだけはちょっと揃えた方が仕上がりが綺麗ですね。なんかこういろんなのが入ってるとぐちゃぐちゃするんで、そこは揃えましょう。で、裏にあんまり糸渡りすぎると、これ透けちゃうんでっていうのもあるから、近くをバツバツってやっていくのと、あまりにも遠くに行きたい場合は一回玉留めして終わらせてから次に行くっていう風に、そこだけ決めておけば大丈夫です。で、こうですよね。ちょっと図案写すのが結構雑だったんでねなので大体でやっています。で、近くを刺すっていうのとバツの重なる向きを、揃えるっていうのだけ気をつけて、あとはその同じ穴ですね。このバツとバツが重なっているところは隙間を空けずに同じ穴を刺してください。図案では分かりやすいようにわざとちょっとだけバツとバツの間に隙間を書いてたんですけど、あれはなんかもうしょうがないって感じです。隙間開けて書かないとイラストとして何っていう成立しないから、そういう風にしてますけど、同じ穴に入れます。もうこういう感じですね。なんか濃いめの原色の、今赤でやってますけど、例えばこういうブルー、濃いめのブルーみたいな感じの色とか、これちょっと蛍光ピンクみたいなのでも可愛いし、薄いのよりかはちょっと濃いのでわざとらしくこうバシってやってもいいのかなと思います。全然薄いので白とかでやっても可愛いかもですね。だから今ここにいるからこの近くですね、ここっていう感じで、もうひたすらバツをやっていく。これだとあんまり普段刺繍しない人でも気軽にできそうな感じですね。じゃあこれで埋めていきます。はい、できました。何時間ぐらいかな。3時間ぐらい。結構ね、ザクザクして、よく見るとね、結構適当っていうと言い方が悪いですけど、かなりバツとかもそこまできっちりできなくても、この遠目で見るからもいいです。裏もこんな感じで。で、こっち側はちゃんと向き揃えられたんですけど、こっちはちょっとだんだん集中力が切れてきてたまに間違えてるんですけども、いっかと思って直さずにそのままいってます。でもわかんないですよね。近くで見ないし、こんな引きで見るんで。で、やっぱ朝なので、こうやって刺繍枠はめ直したりしてると結構くちゃくちゃになるんですけど、これはこれでいい感じかなと思ってます。でもちょっと一回図案を消してアイロンかけてやってみます。はい、アイロンをかけました。もうあんまりね、ピシッとはかけてないです。ちょっとざっくりだけかけたんですけど、いい感じですね。はい、ぜひ皆さんも作ってみてください。結構ね、可愛い。これは作ってる途中ちょっとどうかと思ったけど、気に入ってます。これもヘビーローテーションで着ようと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あと、私は毎月の刺繍っていうサイトを運営してるんですけど、そこに600円で会員になると毎月新しい図案が出てきたりとか、過去のは全部ダウンロードできるんですけど、あと限定ライブとか私の作品をプレゼントする抽選会とかやってるので、もしよかったら、参加してください。あとは、毎週土曜日に
土曜日にライブをやってます。であとここで刺繍教室したり、ここの1階でお店をやっているので、金土曜日かな、開けてます。なのでなんかいろいろ関われることがあれば嬉しいかなと思います。ではではまた来週、さようなら。